そのピュアな気持ちでこの大地に降り立とう。アナスタシアで地球とつながるおはようございます。アナスタシア響き渡るシベリア杉シリーズを読んで、一族の土地を整備中のたかしです。今日は、井戸を掘ろうと思います。一応この山の下の方の谷に飲み水は確保してあって、湧き水が下の方に出てるんですけど、飲み水はそこで確保できてるんですけども、お風呂とか普段の生活用水でジャバジャバ使うためのお水を、井戸を掘って確保していこうと思います。で、井戸掘りは僕も、やったことがなくて今回初めてなんで、いろいろネットで調べて、いろいろと道具を揃えてみました。で、今回メインで使うのはこの中国製の水圧ドリルなんですけど、これでメインで井戸を掘っていこうと思います。この先っぽに、鉄の管をどんどんつないでって、でその先端にこのドリルがつきます。でこれがぐるぐる回ってこれで掘っていく感じですね。でプラス、このドリルの後ろ側から、水のホースがここにつく仕様になってるんで、この部分からこう水が出てくるんですね。で水がジャバジャバ来てるところにこう柔らかくなったところでこうドリルがどんどん掘ってってくれるっていう仕組みになってるらしいです初めてなんで、今日やってみます。はい、とりあえず掘るための水が必要なんで、それを確保しなきゃいけないんですけど、今回はこの雨水ですね。この雨水を利用しようと思います。家の屋根が、できてるんで、この屋根の戸井を設置して、で雨水をこう1箇所にこの500リットルの水タンクに溜めました。で今回はこの水を使って、この中国製の水圧ドリルで、井戸を掘ってみようと思います。今回使った道具は、概要欄の方にありますんで、興味ある方はぜひご覧ください。では掘ってみます。はい、これが井戸を全部掘れた後に最終的に入れる井戸のメインの管になります。でこれを入れる前に、先に水を取るための穴を細かくここに開けていきます。はい、ということで、穴が一通り開け終わりました。こんな感じです。今回はこのインパクトで、3ミリぐらいの穴をたくさん開けてみました。そこから1メートル20センチぐらい、ちょっと多めに長めに開けた方が、目詰まりとかで水がたくさん取れるかなっていう作戦です。はい。今回、井戸を掘るポイントは、ここからだいたい40メートルぐらい下に降りた谷のところなんですけども、そこまで、この500リットルの水タンクのこの水を、運ばなければ、いけないです。で、一応作戦としては、500リットルのこのタンクを2つ買ってあるんで、このタンクから、この後進のエンジンポンプを使って、水を次のタンクに移し替えて、でまたその次のタンクから空になったこのタンクへ移し替えてっていう感じで、40メートル先の、井戸を掘るポイントまで水を移動させます。はい、はい、では、この後進のポンプをこれからエンジンスタートさせて、あっちの500リットルの、緑色の500リットルの水タンクから、向こう側の移し替えていきます。はい、そしたらまずこのここにですね、まず最初の予備水っていうのが必要なんですけど、これをまず入れていきます。まだ入る、全然入る。はいと。そしたら2サイクルの、混合
ガソリン入れてあるんで、最初はチョークかけていきます。ほい。こっちがチョークでしょ。チョークだな。乗らないといけないんですか。はい、これでいけますね。大丈夫。今日はお手伝いしてもらってます。ありがとうございます。やった。